うも最強無敵の復讐者ちゃんです。現在怒涛の37連勝中。今日も軽く勝利して40連勝いくぞ。出たわね鬼門の安寧者たち。いや大丈夫私ならやれる。今回はハルモニア専用の異物を用意したわ。と言ってもメインの祈祷強化型とほとんど同じ。違うのはここだけね。前回負けた時血の君主戦で非ダメージ実出血蓄積が響いたからそれを外したわ。祈祷強化が一つ減って属性カット上昇が入った。けどハルモニアは物理主体だからあんまりいい物とは言えないわね。まあ他になかったからしょうがない。ハルモニア用というより血の君主対策。2日目ボスのためだけに異物構成歪めるのってどうなのとは思うけど、実際ハルモニアに負けた回数より血の君主に負けた回数の方が多いからね。対策すべきが誰なのかは明白。いい物が出るまではしばらく標的安寧者たちの時はこれでいくわ。さて行きましょう。今回も奇変はなし。味方は守護者さんと追跡者さん。侵入者バフは私と守護者さんの2人。追跡者さんはハルモニア戦技強化&拳ビルド。守護者さんはガードカウンター型のようね。拳武器で安いとハルモニア異物のセットはあんまり見たことないけどシナジーあるのかしら？黒煙と黄金樹に誓ってと聞いて拾っちゃったけどダメね。近接攻撃力上昇は味方に譲りましょう。初手は聖域大教会。非属性は当たりだけどこいつらとガビとどもにも油断してはダメね。あんなことになるから。侵入者レディは瞬殺。けど FP なくなっちゃった。人をため強化おいしい。祝福近いし先回復ね。そんでからボス倒しましょう。狙われにくいゲット。救いの機種対策には大事。前回学んだ。火の創生を軽く処理。こいつって最弱ボスランキング1位じゃない？霊廟騎士みたいにワープもしないし。雑魚もいないのが得点高い。南西スタートだと行動がちょっと遠いのが嫌なところ。ここら辺にもう一つ霊用の木、あったらな。あれはゴッドフレイの肖像。今回は、ダメ、の日だったりする？でそこのフィールドボスは獅子の根支通常個体。先行動行った方がいいんだろうけど弱そうなやつを見つけるとボコりたくなるのが夜あたりの差が。でもこれぐらい火力あるなら先撃破でよかったかもね。またクトウタメ強化。間違いない。ダメの日だわ。標的安寧者たちの時は基本的にずっと重装がメインウェポンだからそれもラッキーね。ようやく行動入ったところ。だけど、収縮が中央砦含まない北東より、行動中止で中央砦攻略がいいかなと思ったけど、味方が行くみたいだから私も行く。大事なのは自分の意見より集団行動。顧問重装じゃ頼りないから味方の火力アップでもしておきましょう。変みたいはこのパーティーだと時間かかる？意外と早く終わったわ。追跡者さんのクローショット出血が強かったわね。私は黄金樹に誓ったせいで FP 足りなくて呪装で殴る羽目になったわ。馬ぶり沼プレイだったかも。アンコモンの狙われにくいがあったからコモンと交換しておきましょう。これで2人狙われにくい持てたから救いハルモニアはひとまず安心ね。中央砦で重装強化。HP 最大時カットアップス機の歪んだ斧売ってるじゃない。14000ルーンあったからその辺の雑魚倒して今購入でもよかったけどまあ後で買えばいっか。最重要2体だしさすがに忘れるなんてことないでしょ。中央砦はルツボ砦。収縮的に本格攻略は諦めて2日目かな。適当に倒しやすいボス買っていきましょう。そこは給料の比喩か。パスね。なら横のやつは、変異体ローレッタ。これはアンラッキー。あんまり美味しくないけどそこの毒胡椒でも行きましょうか。意思権取って、あら、守護者さんが別行動になってしまったようね。でもここまで来たし追跡者さんもついてきてるしボスだけ倒していい？雲サソリはすぐ倒せるし。よしオッケー。こいつらも複数ボスの中では相当弱い方だわ。神とかザリガニを見習いなさい。いや本当に見習われて昼間なくなったら困るからいいけど。守護者さんは北東端の聖域梶村に向かってるわね。そこで合流しましょう。いや私もここの故障よりそっちの方がいいとは分かってるんだけど。1回目の収縮で大きく北東に寄った時って大体次も端っこに寄るイメージがあるのよね。
だから最初に北東端行くと収縮時の選択肢狭まるような気がして、個人的な印象だから実際のところどうなのかは知らないけどね。ようやく梶村到着。あ、勇者の肉塊は広域化してるんだったわ。幸い味方にも乗ったみたい。未だに広域化になれない。罪人は問題なく処理できたけど潜在は微妙かな。物理攻撃上昇だけもらっときましょ。人をため強化。わかってる味方だわ。HP 最大時攻撃力アップにゴッドフレイの肖像もあるしため火力がとんでもないことになってるわ。ちょっと遅れたけどそこのフィールドボスね了解。夜騎兵編みたい。これ間に合う？いや私の火力があれば。SP 切れたんですけど、罪人処理の後回復してないからか。どうしよう。成功使うか温存するか。いや標的安寧者たちは1日目も油断ならない。ここは温存で倒しきる。バックスタ取ってれば味方が削ってくれるはず。いける。危な。一人やられたけど倒しきる。よし。なんとかなった。でもちょっと危うい橋を渡ったわね。こっちよりもそのまま最域のボス攻略が正解だったか。なんとか収縮地へ到着。常世マリスから通常マリスに異物変えたから雨がより厳しくなると思ったけど、通常マリスは聖杯回復が味方に分配できるから集団行動してるならこっちも悪くないわね。そして夜ボスはデーモンデビルバックか。聖杯2本だからちょっと怖いかも。HP 最大時カットアップもないし。まあその分火力があるから短期決戦ね。いい火力出てる。異物の火力が普段より落ちてるのが気にならないわね。視界外からのブレス。油断してたわ。毒はだるいけどどうせ HP 最大時カットアップないからあんま変わらん。さっさと傷ついた倒しましょう。やっちゃった。ちょっと近くにいすぎたわね。ありがとう。せっかくの重装ためのリーチの利点を生かさないのはもったいないわ。やっと傷ついた押し完了。SP 切れたけど残りは温存でいけるでしょう。回避強化いいわね。1日目夜ボス潜在の数少ない当たり枠。って前回も言ったっけ。2日目は形状的にボス直行できるここから行こうと思ったけど、味方は向こう行っちゃったわね。しゃあない。集団行動。南に飛んでとりあえず魔術師等攻略したけど、どうしよう。味方は南の境界行くのか。私はあんまり聖杯いらないしそこの梶村でも攻略してようかな。火力あるから問題なく倒せたけど味方はそのまま北上しちゃった。ちゃんとピン打つべきだったか。鳥で地下で合流。守護者さんのアースの間は攻撃し放題。今のうちに稼げー。構え攻撃だけど影は守護者せず。攻撃範囲を見誤ったわごめん。悪くないけど武器枠はもう埋まってるのよね。そろそろ HP 最大時カットアップが欲しいところ。屋上上がったら変異体鈴玉狩り。撤退した方がいいかな。まだるつぼも残ってるし。やるみたいね。わかったわ。今回火力あるから迷わず戦闘の方が良かったかな。狙われにくい持ってるから守護者さんタンクが安定してるわ。守護者さんもガード反射とガードカウンターある下で取った方がいいのか。当たり前の話だったけど戦いやすいのがすごく実感できるわ。3日目不要な場合でも道中狙われにくい機体持つのはかなり意味あるのね。盾を両手持ちしてるのはスタミナのためなのかな。なんかプロっぽくてかっこいいわね。どれぐらい変わるのかとか全然知らないけど。でもなんだかんだやっぱ結構時間かかるわ。最後 SP 切れたからまた近鉄。今回これ多いわね。城壁に降りてやりるつぼ処理。いまいち。HP 最大時カットアップスター。
2日目後半、随分待たせたわね。ようやく心の安寧を得られるわ。最後の槍るつぼ処理したらまた狙われにくい二体。上位だから一応こっちに変えましょうか。パタは武器としても強いし。行くところがない？雷の梶村は2種類あるけど。あれは砦タイプね。単体で倒しやすいからラッキー。いつも通り梶村はほぼソロ戦闘。フレデリックがひるませれるからまだなんとかなる。ひの字のパタも死の騎士には最高相性ね。恒例の鉄宝箱あさり。また祈祷ため強化。嬉しいけどさすがに捨てるものないわね。もったいない。さて最終収縮地に着いたわ。ってあれ隠し宝箱あるじゃん。こんなに堂々と収縮地にあるのってここだけよね。でも今回は外れ。さてデーモンプリンスはサクッと片付けましょうか。その1はめんどくさ。アンチが1しかないじゃない。雨の日ダメアップとかなくてよかったわ。火力は出てるんだけど FP 切れちゃったわね。なんでだ？守護者さんがガードカウンターしにくそうな敵だからそういうところかな原因は。成功は3つだからできれば温存したいな。ちょっと様子見ながらパタで戦うか。味方が見かねて成功を落としてくれたわね。だったら使っていいかな。というよりこれで使わないとちょっと体裁が悪い。まあ火力はいつもより高めだし3日目は十分足りるか。おっと3ゲージ。さすがにアーツ切りましょうか。なんだかんだこいつも怖いし。結構時間かかった火力あるって言っても祈祷ため強化3つ持ってるだけだからね。ゴッドフレイの肖像もあるか。重装と HP 最大時カットアップと狙われにくいがスロット食ってなけりゃもっと火力出せたのに。しゃあないけど。3日目。結局さらに味方に恵んでもらって成功は十分。アンコモンの HP 最大時カットアップ 32% と誘引盾があるから大体の攻撃も耐えるでしょう。狙われにくいは私がマイナス12、追跡者さんがマイナス9、守護者さんがなしね。救いの機種では狙われにくいは3人全員持ってると意味なくなる、というのは有名な話ね。でも数値違いを持ってる場合でもそうなのかしら。実証できてないから不安だわ。そこら辺検証済みの有識者がコメント欄にいたらなぁ助かるんだけどなぁ。さあ黄金樹に誓ってから行きましょう。とりあえずはいつも通りファミリーをおとりにして数を減らしましょうか。1300ぐらいダメージ出てる。これならだいぶ楽になりそうね。通常ハルモニアって一人につき2体襲ってくるってのは知ってるんだけど、こいつらもしかしてファミリーは対象に入ってないの？今フレデリック出てるけど誰もこっち来ないわ。普段敵の近くに出して戦わせるから気づかなかったのかしら。そういえば今まで通常ハルモニアの時にファミリー出したからって戦況が苦しくなったりしなかったわね。今更すぎる気づきだわ。いやでもしょうがないかも。通常ハルモニアってまだ10回ちょいぐらいしか戦ってないのよね多分。ストラゲスやスクイハルモニアの半分以下だと思う。DLC 導入して発撃化してからはすぐストラゲスとばっか戦ってたしスクイの機種実装されてからはずっとそっち。白いこいつらのこと考えてた時間があまりにも少なすぎたわ。だからといって練習することはないだろうけどね。発撃廃校は負けたことないし。まあ今回も救いの機種なんですけどね。もう一度黄金樹に使って、ウォームアップは済んだし本番行きましょうか。ガードカウンターってそんな火力出るの？私の重装より出てるじゃない。火力もタンクもできるというわけね。これは頼りになるわ。おっとガードが決まらなかったわね。こいつらのダッシュ付きは結構スカるのよね。私もパリー練習したことあるから知ってる。ナイスー。やっぱり狙われにくい機体があると断然楽ね。即殺できなくても事故が起きにくい。あっやべ外した。いや火力 F。追加攻撃合わせて1700以上出てる？守護者ってこんな火力出せるんだ。
1回目の合体ね。方向したからあいつが変身個体っと。これは、守護者さんがはるか向こうに行ったわね。一人で敵の多量受けも好きだわ。なかなかかっこいいじゃない。ほとんど攻撃来ずにやり過ごせたわ。なんて楽なの。そして分裂前にきっちり再集合。隙がないわね。ちゃんと黄金樹に誓って、と。追跡者さんが成功を譲ってくれたわ。助かる。黄金樹に誓っては結構 SP 食うからね。あ、またガード使ったわね。ナイス追跡者さんのひるませからの重装でとどめ。追跡者さんは最初家族の運用でダメージ出しに行ってたけどダメージ足りてると判断して発生の早い獣の方向に切り替えたのね。それが功を奏した形、なかなかの対応力だわ。HP 半分切って2回目の合体。守護者さんはやはり真っ先に彼方へ消えた。平和な日常を過ごす2人。それが誰かが命をとして守ったものだとこの時まだ2人は気づいていなかった。いや気づいてるけどね。さらに追加で抵抗くれたわ。私も多分 SP は足りるだろうけどもらえるものはもらっておきましょう。何が起こるかわからないしね。平和だ。たまに来る衝撃波をジャンプするだけでいい生活。いつもこうであってほしいわね。お、英雄の凱旋だわ。いつも通り黄金樹の祝福を授けましょう。はい、まず1人。はい、2人目。あ、パターン変えてきたわね。攻撃バフも溜まってきてるし慎重にいかないと。2人目来てるんですけど、たまーにこれ起こるのよね。今はそんなに近づいてもなかったと思うんだけど。あ、守護者さんが掴み食らった？ちょっとまずいか？いや死んでない。さすがの耐久力ね。ナイス。よし、またパターン入れたわ。私と守護者さんだと黄金樹に誓ってが切れるとちょっとだけ火力足りてない。そこを追跡者さんがうまいことカバーしてくれてるわね。そして3回目の合体。守護者様はやはり一人で彼方に消えたわ。槍の雨は、避けるには左行くべきだけどその後のことも考えてこれは縦受けでいいでしょう。やっぱり火ダメージ出血蓄積を外したからちゃんと耐えるわね。あ、守護者さんが。次は直線突進。この距離なら後ろ疾走で。オッケーね。次のジャンプケアのために密着してたけど追跡者さん狙いだから不要だったわね。そりゃそうか、私の方が狙われにくいの数値大きいし。この位置なら余裕で救助もできるわね。よかったよかった。恒例の機械を立てて、と。でもさっきは合体形態だからよかったけど分裂状態で守護者さん死んだらやっぱまずい？残り2人とも狙われにくい持ってることになるからアクティブ2人に増えるのかな。数値違いがどう影響するかはわからないけどその場合やっぱ狙われにくい捨てた方がいいわよね。そして捨てるべきはダッシュ付きを重装カウンターできる私の方ね。一応心に留めておきましょう。やっぱ機械があると重装とガーカンだけで処理できるわね。でまた来たよジャンプ連撃。これの追尾性異常だし攻撃範囲も広いし一番危険な攻撃ね。やばい別個体の方向を検知。なんでそっちがアクティブになるのよ。どう考えても今連撃したやつの方が近いのに。あ、守護者さんが。分裂状態でこれはまずい。アーツで立て直すわ。ちょっと陣形が崩れてるのが怖いけど。よし合体移行ね。助かった。残り2割まで削ると時間ですぐ携帯移行してくれるのがありがたいわね。だいぶ立て直しがつきやすくなるわ。だからスクイハルモニアの本番は HP8 割から5割、そして5割から2割までと言えるんじゃないかな。さてまたしても守護者さんが一人で合体形態を相手にしてくれているけど、
守護者さんの HP が残りわずかなのが気になるわね。なんとか耐えきってくれると嬉しいけど最悪のパターンも想定しておかないといけないかも。よし、一番難しい蛇行突進を乗り切った。これならなんとかなるかな？どえ？あ。何やってんの？とは言えないわね。私も今完全に向こう向いてると思って油断してたし。あ、守護者さんの HP がいつの間にかちょっと回復してるけどまた今食らってるわね。これは。ですよねー。やるしかないわね。アーツもないし蘇生は諦めましょう。ここからは私が守護者になるわ。私は鳥。私は鳥。800見れば私にも羽がついてるじゃない。この2枚の羽でも大空が飛べることを証明してみせるわ。敵残り HP はわずか。こいつを倒せば終わりよ。まず一発。ナイスヒルに。これでとどめ。よしかった。やったー、やったよ守護。ほわー。まだ死んでなかった。あ、死んだ。やったー。勝ったよ守護者様ー。今のでちょっと寿命が縮んだわ。危うくとんでもない戦犯になるところだった。ありがとう二人とも、またリムベルドで会いましょう。たとえ3ゲージ瀕死でも今回の MVP は守護者様でしょう。チームプレイが機能しているとここまで戦いやすいとはね。例えば野良じゃなくてチームでやるなら守護者1人と遠距離職2人で狙われにくい持てばかなり安定しそうね。守護者さんのプレイスキル次第だけど、まあフレンドとやったことなんて一度もないからどうでもいいけどね。そしてこれで38連勝目だ。やったー。40連勝も目の前、50連勝まで見えてきたわね。正直ソロ出撃して検証したいこととかあるんだけどこの戦果履歴の美しい並びを崩したくないから出撃できない。ほんと嫌だわー、困っちゃうわー。というわけで今回も最後までご視聴感謝。まったみってねー。